Welcome! こんにちは、ジュディ・ヨングです。今日はですね、これからシーズンとしていっぱい皆さんが集まるという時期になると思うので、ちょっとしたパーティー、何人か4、5人以上になった時に、立食でみんなが入れ替わり立ち替わりの時にいいんじゃないかなというお料理を、これもね素早くできるの。でもね、すっごい華やかなお料理をご紹介したいと思います。大人も子供もいただけます。それじゃあまずご紹介しますね。えのき、もう本当にね、お願いだから皆さんもういっぱい食べてください。これからまた乾燥したりしてくると風邪ひきやすくなるんですね。きのこ類をたくさん食べてもらいたいと思います。それからちょっと色がピンクになって可愛いかなと思ってたらこを入れます。明太子にするとお子さんがちょっと食べられないかなと思って今日はたらこでも大人が食べたいなと思ってちょっとそこにまたピリ辛からしをちょっと混ぜて炒めてそれでも美味しいかなと思います。そしてまとめるのに卵です。卵はもうこの中に変えて入れるのでもちろん最初に私はいつも今この頃オリーブオイルを使ってるんですけど炒めるのはオリーブオイルですね。それでお塩、これはねこの塩の加減はこれら最後に調節しましょう。そして、一番最後に必要なのがこれ。実を言うとこれに包んで食べるのでレタスをもうあらかじめ剥いてそれちょっとお水にさらして、パリッとさせておきましょう。それではいきましょう。まず卵を割りますね。これはいい卵ですね。プリンとしてて元気な卵だわ。この卵一つでひよこが飼えるんですからね、考えてみたらすごいことですね。そしてこれも稚魚がこれで飼えるわけだからすごい私たちは栄養素の高いものを今日は食べます。卵はねもう思いっきり溶いておいてください。じゃないとねあっちが白くてこっちが赤いみたいになっちゃうので、もう全体的にこのぐらいまではいきましょう。多少白いのがこれはね切らないとなかなか。それでは火を入れますね。皆さんご存知のようにもう中華鍋をあらかじめ本当に熱くしてから、油を敷いて具材を入れます。そうじゃないとくっついちゃうのでいきましょうか。油をしっかりと回してから先にこれを入れます。これなんだ、えのきだけ入れます。入れたら本当にすぐペタコになっちゃうんで急いで回さないとね油があっちとこっちだけになっちゃうんで、これをね出すとみんながねうわーっていうの華やかだからでも実は何でもないっていう、パーティーが始まってやってもいいぐらいレタスさえちゃんと洗ってきれいにしとけばあとは簡単でございます。炒めてきました。少し色がついてきましたね。はい、色がついてきたところでちょっとこの子を横によけて入れましょう。もうねプチプチって跳ねるのよ。だってさ考えてみたらさ全部一つ一つ黒になってるわけですからね。すごい音がするわね。こんなに音がしてたって覚えてなかったですね。でもだんだんえのきがピンクになってきます。なんか見た感じそうめんみたいね。でも実際はきのこ類なんですよ。これね実は何でやってもいいの。明太子とかたらこって子供も大人も好きじゃないですか。それがメインですので、はい、ここまで来ましたらだいたいピンクになりますね。そしたら一回たらこがカチンカチンになっちゃうのでこれ一回切って味見てみましょう。でもちょっと食べてみますね。美味しいじゃない。さあそしたら
これね少し辛めなのがいいの、卵入れるから。それではこれをまた押し合って、それでもうお皿ね洗うのめんどくさいからどうしても私いつもこうなっちゃうんですけど、はい、横にまたちょっとだけオイルを足します。なぜかっていうとここから卵が入ってくるからです。では卵を入れます。ちょっと待ってね、焦るとねぐちゃぐちゃになっちゃうから、少し卵がお肉みたいにちょっとだけ黄色く見えるところがあった方がいいんです。はい、そうめんになってきましたね。なんとなくそうめんになりました。はい、でもこれが美味しいのです。の形になってきましたね。で卵がねしっかり火が通るとこういう風にね独立してなってくるんです。さあそれではもう一斉にやります。でこれね火消して自分の、温度でまたもうちょっと煮えますから、それしてもう少しパラパラになりますので、水分が少し飛んだ方が美味しいです。じゃあこれちょっと普通私お鍋の上でね待たないんですけど、これちょっと待たしておきました。はい、それちょっと味見してみましょう。たらこってすっごい塩が中に入っているので噛まないでいると薄いのかなと思うんですね。しかしね噛むと中からね味が出てくるので、それを知った上で、じゃあ卵だらけね、まあいいか、卵だらけだね。こんな食べちゃったらもうなんかもう1人分になっちゃうわね。でもいただきます。うん、美味しい。はい、それではレタスをのせます。ものによってこんな大きいのはあってもいいけど、ちょっと大きいかな。こういうのお子さんと一緒にやると楽しいですよね。どういうふうに起きて、あなたはどれを食べるのとか言っちゃったりして。お正月でも、お正月はなかなかこのレタスなんていうのは生があるかどうかわからないんですが、もしお家にあればレタスをちょっとこういうふうに多めにやりましょう。これに盛り付けます。はい、できました。みんなが集まった時のパーティー用の簡単な、なんていうの、タイトルも何もまだつけてないわね。えのきと卵のレタス包みです。これね中にちゃんと入れないとね。で皆さん気をつけないといけないのが、このえのき、そうめんのように長いのでカプッといかないといけないと思う。いただきます。おいしい。やっぱりねたらこねパチパチ言った後だから美味しい。生のたらことまた全然違って、この火を通したたらこって香ばしいんですよね。実を言うと私材料買うのにぼーっとしてて、えのきじゃなくて本当はもう一つ大きい方のしめじでやるともうちょっとねきのこの姿が見えるんですけど、これちょっとね勘違いされて、なんだ卵焼きかなと思われちゃうといけないんですよ。でもね味は美味しいのよ。ワインでも美味しいしお酒でも美味しいし、もちろんこのままでもいいんですけどご飯も美味しいですね。というわけで今日はえのき卵たらこのレタス包みをご紹介しました。お願いだから2人でそうやっていつまでも見ないでということで、また見てくださいね。今日はありがとうございました。また登録してください。皆様のご意見もお待ちしています。それでは今日はここら辺で。チャオ。